夕暮れの中年たちチャンネルへようこそ。私はあなたの使い手ではありませんな。本日はある夫婦の静かな心の機微をお届けいたします。本編を始める前にチャンネル登録と高評価で応援していただけますと幸いです。東京の郊外に佇む静かな住宅街。そこには土器の流れさえも戸惑っているような午後の静寂が広がっていたのです。玄関を往来していたあの規則正しい革靴の足音がふっつりと消えてから3ヶ月という月日が静かに流れていきました。佐藤さんのお宅の今は以前とは全く異なるよどんだような重苦しい空気に満たされていたのだったのです。44年という長い年月、荒波にもまれるように会社という組織で家族のために身を粉にして働いてきた後、主人様は今では今のソファの動かぬ重となられていたのです。若かりし頃、二人が寄り添ってやっとの思い出手に入れた。この小さな我が家かつては子供たちの笑い声が絶えず希望に満ちていたはずのこの場所が今はどうしてこんなに冷たく感じられるのでしょうか。朝、決まった時間に雨戸を開ける音。その後に続くのはご主人様がめくる新聞の乾いたばさりという摩擦音だけ。その小さな音が空虚な部屋の中にどこまでも冷たく響き渡っておりました。妻の美智子さんはその日常の音にさえ胸を締め付けられるような息苦しさを覚えていたのだったのです。ご主人様にとってはようやく手にした輝かしい休息の時。しかしそれは長年一人で家を守り、自分のリズムを築いてきた妻にとっては自由を奪われる終わりのない日々の始まりだったのかもしれません。ただいまに大きな置物のように座っているその存在が室内の酸素を少しずつ確実に薄くさせていたのです。定年を迎えた夫は朝、昼、晩と3食のすべてを当然のように家で求めるいわゆる3食3の生活を送られていたのです。おい、茶をくれ。今日の昼飯は麺類でいいだろう。その何気ない乾燥した一言が美智子さんの心をじわじわと氷のように冷たく侵食していったのでしょう。それは家事という名の出口の見えないあまりに過酷な無期懲役の始まりだったのかもしれません。窓の外を眺めれば近所の子供たちの無邪気な笑い声や季節を告げる小鳥のさえずりが
聞こえてくるのですが、美智子さんの時計は、ご主人様の退職という大きな節目を境に、重い鎖につながれたように止まってしまったのです。誰にも打ち明けられぬ暗いトンネルのような出口のない毎日が昨日と同じ顔をして今日もまた続いていたのだったのです。それは魂が少しずつ削られていくような静かな喪失の物語の幕開けだったのでしょう。美智子さんにとって唯一の心の拠り所は週にたった一度だけ駅前の会館で開かれる書道教室だったのです。隅を磨ける静かな時間。部屋いっぱいに広がる清らかな墨の香りは、日々のよどみを洗い流してくれる、唯一の贅沢だったのです。真っ白長線紙に向かい、筆先に神経を集中させ、一文字、一文字を丁寧に、祈るように紡ぎ出していく時間。そこには、誰の妻でもない、誰の母でもない、ただの一人の女性としての私がいたのです。しかし、ご主人様は、そのささやかな外出さえ、心よくは思ってなかったようなのです。いい年をして、習い事など金の無駄だ。主婦ならば、家を空けずに、やるべきことがあるだろう。その、冷徹な言葉は、彼女の心に、決して消えない、傷を残したのだったのです。ご主人様は定年後、家計のあらゆる支出を、会社での経理のように、厳格に管理し始めました。毎月、決まった日に、美智子さんはスーパーの領収書を整理して、ご主人様の机に提出しなければならなかったのです。老眼鏡を鼻先にかけ、レシートの項目を一つずつ指でなぞる後、主人様の姿は、愛する伴侶を見つめる目ではなく、部下のミスを暴こうとする冷酷な監査官そのものでした。さらに、ご主人様のその厳しさは、独立して家庭を持つ子供たちにまで向けられていたのです。久しぶりに帰省した息子さんや娘さんに対しても、今の仕事はどうだ、貯蓄はできているのかと、尋問のような言葉を投げかけてしまう。せっかくの家族の団らんも、ご主人様の冷たい一言で凍りついてしまうことが幾度もあったのです。美智子さんは子供たちの困った顔と頑固な主人の間でただひたすら心を摩耗させていきました。この卵は隣町の店ならもっと安かったはずだ。電気代が無駄だ。もっと節約しろ。そんな無神経な言葉が彼女の自尊心を踏みにじっていったのです。共に白髪が生えるまで寄り添い合ってきたはずの二人でしたが、一つ屋根の下で流れる時間は
もはや交わることのない平行線のようでした。夕食の食卓にかつてのような和やかな会話はなく、ただカチカチと食器が触れ合う音と、ご主人様の威圧的な咳払いだけが重く停滞しておりました。美智子さんは目の前に座る夫がまるで言葉の通じない異国の人のように感じられていたのでしょう。その小さな、一見見落としそうな心の亀裂は、字が経つにつれて、誰にも埋められない深い断崖絶壁へと姿を変えていったのです。美智子さんの瞳から、日ごとに生気が失われていくのを、ご主人様は本当に気づかなかったのでしょうか。それとも気づかないふりをして、自らの正しさという一人よがりな城に立てこもっていたのでしょうか。彼女の心の中で何かが限界を迎え、悲鳴を上げ始めていた。そんな不穏な予感に満たされた日々だったのです。その日は朝からどんよりとした鉛色の雲が低く垂れ込めていました。美智子さんにとってこの世で最も愛し、自分を唯一理解してくれていた亡きお母様の大切な命日だったのです。朝から冷たい雨が窓ガラスをはたき、まるで彼女の心を代弁しているかのようでした。若き日の思い出、貧しかったけれど、母が作ってくれた温かなお粥の味、そんな記憶に浸りたいと願う美智子さんに、主人は無慈悲にも言い放ったのです。今日は元部下たちが数名遊びに来る。酒の魚をいつもより豪華に用意しておけと、彼女の顔色を伺うこともなく、当然の権利であるかのように命じるご主人様に、美智子さんは何も言い返せませんでした。湧き上がる涙を奥歯で噛みしめ、むせ返るような台所の熱気の中で、彼女は立ち続けました。足腰の痛み、長年、無理を重ねてきた膝が悲鳴を上げ、視界が暑さで歪んでいくようでした。お母様へのたった一度の祈りや思い出に浸る時間さえ奪われていく現実に指先が震えておりました。今からは宴会を楽しむ男たちの無遠慮な笑い声と酒の匂いが漏れ出し、台所を侵食していきます。ご主人様は植木計りごとな様子で、かつての功績を何度も自慢げに語り、周囲の称賛を浴びていたのです。しかし、その陰で、ひたすら包丁を握り、足のむくみに耐え、
汗を拭う前の優しいねぎらいの言葉など一言もありませんでした。それどころか、料理が遅いぞ。何をのろのろしている。気の利かないやつだ。客たちの前で総怒号を浴びせたのです。その瞬間、美智子さんの心の中で張り詰めていた糸がプツンとあまりにも静かに切れてしまったのです。それは彼女が40年間という長い年月守り続けてきた我慢という名の砦が崩壊した瞬間でした。彼女は手にしていた器を音を立てぬよう静かに、そして断固とした意志を込め調理台に置きました。そして長年の火事で透けたような古びたエプロンの紐を一つずつ丁寧に解いていったのです。私はあなたの使い手ではありませんな。私はあなたの都合のよい家政婦でも便利な機械でもありません。そして今日は私のたった一人の母の大切な命日なのです。冷え切った透き通るような眼差しでご主人様を見つめ、彼女は玄関へと歩み出したのでした。驚きと狼狽で顔を紅潮させるご主人様の姿を彼女は一度も振り返りませんでした。冷たい土砂降りの雨の中へと傘も持たずに飛び出していく。その背中ずぶ濡れになりながらも前を見据えて歩く姿は誰よりも美しく、そして凛としていたのだったのです。それは彼女が失われた自分自身と誇りを取り戻すためのあまりにも遅すぎた、しかし必然の叫びだったのでしょう。今に残されたのは温かさを失った料理と言葉を失い、ただ呆然と立ち尽くす男たちの影だけでした。美智子さんがあの雨の夜に家を飛び出してから4日の月日がいたずらに過ぎました。佐藤さんは生まれて初めての言葉では言い表せぬ地獄のような孤独を味わっていたのです。朝、目が覚めても台所から聞こえるまな板の心地よい音も味噌汁の香ばしい匂いもありません。家の中はまるで墓場のように静まり返っており、自らの心拍音さえ耳に障るほどでした。洗濯機の回し方も、ゴミを出すための袋の場所さえも、彼は何一つわからなかったのです。ふと棚の奥にしまわれていた色あせた古い写真を見つけました。そこには新婚当時の若々しく笑う二人の姿がありました。何も持っていなかったあの頃狭いアパートで一つのパンを分け合って
笑った日々。いつか大きな家を買おうねと誓い合ったあの約束いつから自分はあんなにも傲慢に、そして冷たくなってしまったのでしょうか。夕食のために仕方なく足を運んだコンビニエンスストア。そこで買った冷え切った弁当を一人で広げたとき、彼は愕然としました。誰もいない、冷え冷えとした今のテレビ台の隅に、うっすらと積もる白い埃。それは、妻がいなければ、日常という名の、ささやかな平穏さえ維持できないという、残酷の事実の証拠でした。当たり前だと思い、感謝することも顧みることもなかった平凡な日々のすべて。それは妻という一人の女性の膨大な目に見えぬ献身によって支えられていた奇跡だったのですね。冷えた弁当の味のしない米を力なく噛み締めながら、ご主人様の目には思わず熱いものがこみ上げてきたのです。自分自身の浅はかな傲慢さが、いかに残酷に妻を傷つけ、追い詰めてきたのか。今で途方に暮れ、ただ途方に暮れて、暗闇の中で震えていたのは妻ではなく、たならぬ主人様自身だったのです。美智子、すまなかった。誰もいない空間に吐き出された謝罪は、虚しく壁に跳ね返り、彼の足元に力なく落ちるだけでした。夕焼けが部屋を赤く覚め上げる頃、彼は一人、長年座り慣れたはずのソファの上で、自分の小ささを痛感していたのでしょう。家という場所が、こんなにも広く、こんなにも冷たい場所だったとは、失って初めて気づかされたのです。彼女がいない家は、ただのコンクリートの空っぽな箱に過ぎない。そのあまりに単純で重い真実を噛み締めていたのだったのです。それからさらに3日が過ぎた頃、夕暮れ時の玄関から懐かしく、そして確かな鍵の音がカチャリと響きました。飛び起きるようにして玄関へ駆け寄ったご主人様の前に、少しだけ痩せた美智子さんが立っていました。しかし、その表情は家を出た時のような絶望の色ではなく、泣いた海のように穏やかだったのです。彼女は何も言わず、今の食卓に一枚の書面を静かに置きました。それは離婚届ではなく、これからの人生を互いに自立して歩む殺婚契約書と題されたものだったのです。これからは、夫と妻という枠を脱ぎ、一人の人間として向き合いませんか。食事も掃除も、これからは自分のことは自分で責任を持ちましょう。美智子さんの声は、静かな湖面のように澄んでおりました。その奥にある揺るぎない覚悟をご主人様は感じたのです。ご主人様はその書面を一文字ずつ時間をかけて読み、そして深く
深くうなずかれました。一家の主という、古い時代遅れの三重という名の殻を、ようやく自らの手で脱ぎ捨てた瞬間でした。二人は今、同じ屋根の下で、それぞれの部屋を持ち、それぞれの時間を大切に慈しんでいます。朝、顔を合わせたとき、おはようという当たり前の挨拶を心を込めて交わすこと、近くの公園を散歩するときも、かつてのように無理に腕を組むことはありません。5メートルほど離れた距離をお互いの歩幅でゆっくりとしかし同じ方向に歩いていくのです。今で時より二人で囲む茶一杯。それはかつての義務感に満ちた時間ではなく、新しい友人と語り合うような不思議なぬくもりに満ちているのです。長い、長い、険しい年月を経て、ようやくたどり着いた、二人だけの新しい静かな距離をお互いを縛らず、かといって突き放すこともない、つかず離れずの絶妙な心地よさが、そこにはありました。かつて若き日に夢見た、幸せとは少し形が違うけれど、今の二人にはこれが一番の正解なのかもしれません。この穏やかな静寂は、真の意味での和解の始まりでしょうか。それとも、お互いの人生を優しく見とるための最後の猶予なのでしょうか。窓の外では、季節がまた一つ静かに、確実に移ろうとしています。夕暮れの光が二人の背中を等しく照らしていたのだったのです。その答えは、今、この物語を最後までお聞きくださったあなたの心の中にそっと置かせていただきます。本日の物語はここで一度幕を閉じさせていただきます。皆様の胸には今どのような余韻が残っているのでしょうか。共に歩んできた大切な方との距離を見つめ直すきっかけとなれば幸いです。もしよろしければ、登録や評価を通じて皆様のお声を聞かせてください。皆様の温かい支えが私どもにとって何よりの喜びなのです。それでは本日も穏やかで安らかな一日をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございますね。次の動画でお会いしましょうか。